はい、始まりました。素人でもできるアルファロメオの整備の時間です。今日はアルミホイールの清掃をしてみたいと思います。今日の車はアルファロメオのミトですが、大体のアルファロメオの車は同じだと思いますので参考にしてくださいね。この車は10年以上前の車で、よく見ると昔のタイヤ交換時にバランスウェイトを取り外した場所に取り付けベースのゴムシールが剥がされていなくて、そのゴムが硬化してべったりくっついていますね。これは厄介ですよ。皆さん、大体アルミホイルのバランスウェイトの取り付けには、アルミを傷つけないようにゴムのシートが使われます。タイヤ交換の際に注意しないとこうなってしまいますよ。ちゃんとタイヤ屋さんを選びましょう。また交換時にはお店の人に古いバランスウェイトのゴムシートを剥がしてくださいと言いましょう。そして交換終了時にも確認をしましょう。早速ざっとホイールをシャンプー水洗い後、こびりついた汚れを落としていきましょう。まずは用意するのは市販のホイールクリーナーとフル歯ブラシと布、軍手を用意します。フル歯ブラシなんてなければ新品でいいんですよ。私はちょうど電動歯ブラシに変えた時の使いかけの歯ブラシがありました。歯ブラシで手の届かないところまできれいにできても、ホイールボルトのところはきれいにできないので、ホイールボルトを1本ずつ取り外して掃除します。この時ボルトは1本ずつやってくださいね。面倒だから全部いっぺんに外してやりたいって、それはやめてくださいね。ホイールが変形したり傷んでしまいますから。アルファロメオのホイール取り付けはボルトになっています。そのせいでホールに障害物がなくなり、この部分の掃除はやりやすいです。一般的にはナット取り付けなので、ホールにメネジが残り、掃除がしにくいです。そこまで考えてるんですかね、アルファロメオ。さすがです。さあ、歯ブラシを使ってボルト穴まできれいになりましたが、残念なことに古いバランスウェイトのゴムシートは取れません。温めて取るしか方法がなさそうです。そこでヘアドライヤーで温めながらマイナスドライバーで剥がし落とすことが結果的にはできたのですが、劣化したゴムが温まるまで非常に時間がかかってしまい、電気代も考えると実用的ではありませんでした。そこでこの際タイヤを1本ずつ外して一気にホイールの裏側から本格的に掃除することにしました。ゴムを温めるのにはハンダゴテを使うことにします。まずタイヤを外すにはジャッキアップする必要があります。あいにく私の車にはパンク修理剤のキットが付属していましたが、テンパータイヤもジャッキも付属しておりませんでしたので、自動車材料店で購入しました。こちらがジャッキセットになります。ジャッキアップする時の注意として、必ず車が動かないように細心の注意をすることです。ギアをロー、オートマ車はパーキングに入れて、サイドブレーキを引いておきます。できれば輪止めもしてください。そして、ジャッキを当てる場所も肝心です。どの車にもジャッキアップポイントが指定されています。その場所は頑丈な構造に作ってありますので、必ずそこに当てましょう。ミトの場合、ボディ最下部に三角のへこみがあります。そこの内側の切り立った場所にジャッキの頭部の切り込みをまたがせるように当てます。ジャッキを当てる場所だけ決めて、先にホイールのボルトは固く締められているので、タイヤが空転してしまわないように、タイヤが地面に接地している間にボルトを少し緩めておきます。おっと、そこの人、緩めるだけですよ。全部取らないでくださいね。タイヤのボルトは固く締め付けられていて、緩めるのに強い力が必要な場合があります。私の車もそうでしたので、やぶなくタイヤレンチに体重をかけて緩めましたが、タイヤレンチがぐらつかないように中心部を固定できるようにしたいです。できれば十字レバー等が使えればベストです。そうしたらジャッキハンドルを回してタイヤを完全に持ち上げます。その時にジャッキが傾いていないか常に注意してくださいね。1本目のタイヤを外しました。ホイールの裏側には外からは掃除がしきれない場所にびっしり汚れがついています。
シャンプー洗車から始めましょう。やはり取りきれないのはバランスウェイト取り付け用ベースの古いゴムシートです。10年以上貼り付いていましたから、固化していて簡単には取れそうもないですね。普通の人では持っていないかもしれませんが、この硬化したゴムを温めて取るにはハンダゴテしか思い浮かびませんでした。何か有効な手段があればご意見くださいね。ゴムシートの残骸を除去し、洗浄しきれないこびりついた鉄粉等は250番くらいの水サンドシートできれいにしました。タイヤを外したついでにホイールハブの錆も水サンドペーパーできれいにしましょう。出来上がりです。こんなに綺麗になりましたよ。なお、今回10年分のゴムシートの残骸がとても多くて、4本に4時間かかってしまいました。次にタイヤを交換するときは、しっかり古いゴムシールを外してくれるタイヤ業者で交換することにします。皆さんも注意してくださいね。この動画が良かったと思ったら、いいねを押して番組登録もお願いします。